どうも流水車です。はいはい。髪切りました？髪は切ってないですよ。あ、そうなんですか。パーマは当てましたけど。あ、パーマ当てたんですか。はい、パーマは当てました。天川さんこそ髪の毛短くなったんじゃないですか。僕は切ってきました。そうですよね、はい、切ったのはそちらですよね。あ、そうなんですね、パーマかけたんですか。パーマをかけました。はい、非常にかかりづらい髪と言われて、難しかったみたいですけど頑張っていただきました。はい、ありがとうございます。はい、パーマかけられたそうです聞いといて何なんですかその反応は。はい、はい、そんな感じですよ。で、今回ですよ。はい、何ですか。進行してくれるんですか。してくれないんですか。してください。進行じゃあ坂本さんでお願いします。はい。ね、もういつもこういきますね。はい、面白いコメントいただきまして、はい、ちょっとこれ取り上げてみようかと。はい、霊能なんでしょうね。その霊能的な知識とは全く関係のないところにはなるんですけども、はい、こういったコメントです。はい、昨日あたりにニコニコで大悟さんがイタスピを科学で淘汰すると言っていました。はい、聞いていると専門家が研究して発表されていることと流水車さんの気の話、考え方によっては一致している部分もあります。はい、なのでもしできるのであれば断りをすべて科学で証明するという方々との対談は可能でしょうかと。はい、喧嘩になるかな、論外だと言われて即終了になるかなとも思ったけども、案外考え方が似ていて面白い対談になったりするのではないかなと思ったりします。はい、そんな動画がもし見れるのなら見たいですと、はい、渡美さんという方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、面白いですよね。面白いですよね。逆にイタスピはどんどん淘汰してほしいって僕も思います。ね、イタスピは、はい、僕もねどんどん淘汰してほしいと思いますし、科学はどうなんですか。霊能視点から見た科学の印象といたしましてはどうなんですか。科学ですか。理にかなってるんじゃないですか。そうですよね。はい、科学がないとやっぱ難しいじゃないですか。はい、僕自身も前々から常々思ってたんですよ。はい、科学でどんどん霊能力っていうものを検証していったら、例えば記憶になりなんなりモニターいっぱい取ったら体感ある人ない人出てくると思うんですよ。で体感あった人にはどういう波形のデータが出てるのかとかそういうのを調べていったらおもろいんじゃないかっていうのは常々思ってたので、そうですね、調べたいっていう方がいはればね、科学者さんもうほんまに専門家、興味のある方、好奇心の旺盛な方とかでも。前にもコメントで量子力学をされてる方とかいらっしゃいましたね。なので、全然こちらはデータ出しもご協力できると思いますし、もうできる限りの私たちが何か協力できることがあればぜひ科学で霊能を解明できるのであればしてほしいっていうふうに思ってますので、どういうメカニズムでそうなってるのかとか解明できたら面白いんじゃないかなと思うので、全然その辺はご協力は惜しまないですし、統計もね、どんどん取れると思いますし、でその上で効果が持続ができる人とできない人とかデータ出ししたらおもろいんじゃないかなっていうのは何パターンにも分かると思うんですよ。体感ある人ない人からもそうですけど、ただこちらからね言ってしまうとすごい倍名になってしまうので、登録者数が全然違いすぎて倍名みたいに乗っかっちゃってる感じになるんで、100倍ぐらい登録者数違うので200万人近くいらっしゃいますからね。そうですね、本当に全然うち弱小だから倍名になってしまう。すみません、名前だけちょっと出させていただいてすみません。大悟さんですね。私たちもただこういうのは全然楽しそうだなと思いますし、別にこちらはこちらで証拠としてどんどん提示して出すだけなので、できる範囲のことで霊能的な範囲であれば手伝えることはいっぱいもしかしたらあるかもしれない。科学者さんが手術の際に横同席したいとかそんなのあれば、依頼者さんが緊張するじゃないですか。依頼者さんの許可いただいた上でだったら全然それは違う関係者を施術すればいいじゃないですかうちの手のかかってない方たちをすればいいだけなんで、そんなんでもできますし、それでもいいでしょうし、科学者さんが連れてきた方でなんかそういうのがあれば、絶対信じひんって言ってる人に通るかどうかでもいいですし、絶対信じひんって言ってる方とめちゃくちゃ信じるっていう方とそれぞれ人数を集めていただいてとかやっても面白い。これはねテレビ関係のあれでもこういうのってどうなんですかねって言ったら難しいですって言われたのがあるんですけど、例えば言って大丈夫なんですかそれ。
まあいいんじゃないですか。はいが私分かってないですよ。大丈夫ですか。例えばですけど、信じないっていう人がいるんであれば、じゃあ検証しましょうっていう形で、信じない人50人、信じる人50人で集めてくださいよ。で、それぞれまず記憶りからやっていって、感じる人、感じない人、体感になった人、ない人、劇的にあった人、ちょっとしかなかった人とかも、そんないろいろデータ出ると思うんですよ。それも全部出した上で、そこから施術を望んだ人で、施術やって体感あってすごく楽になったっていう人の分は施術の対価としてギャラとしてじゃあください。体感あった人の分だけギャラが決まるっていうことですか。はい、それやったら全然僕やりますし、科学的にも解明したいし検証したいんでどうですかねって言ったら、それは難しいですって言われてそうですね、はい、っていうのもあるので、科学がないとやっぱ人間ってちょっと生きていくの大変じゃないですか。だから全然僕そんなやりたい、どっちかって言ったらそれで証明できるとか、そういう効果がデータで波形でちゃんと出るんだったらその面白そうなんでやってみたいじゃないですか。波形に出る出ないも気になりますけどね、はい、どういうことが起こってるのか、体にどういうメカニズムが起こって科学的には解明されるのかな、説明ができるのか説明つくのかっていうのも面白そうじゃないですか。霊能としては、一応知識のある状態で活動してますけど、はい、科学が噛んでくると私たち素人になるんで、はい、何のことやら分かんないんですよ科学は。面白そうだなと思ったので、そういうのもできるんだったら。ただこちらには喧嘩する意思は一切ないんですね、はい、できれば仲良くしたい、はい、科学的にだから検証して、ちゃんと効果があった上でどうなのか、効果がなかったらどうなのか。そうですそうです、科学は本当興味深いですね。霊能的に分かることがもっと増えるんじゃないかな、はい、いろんな人に浸透するかもしれないじゃないですか。だからお客さんとかでも科学の方とか、お医者さんだったりいろんな方いはりますよ。その道のエキスパートって言われてる方もいはるんですけど、表だってそういう研究しようとか検証しようとかで、そのデータ取りができれば、それが元データになれば、それより効果の薄い人っていうのは調べたら分かるじゃないですか。じゃあ規定ができればね、同じ土俵に立って調べたらいいんじゃないのって。それで効果があるんかないんかをまず検証して、ないだからそれが 50% より下を切った場合どうなのってそれ本当にあるって言えるのみたいな。その霊能力者とか自称能力者あるあるなんですけど、自分の方が上田マウント取りがちっていうのがものすごいあるんですよね。取りたいかなんか知らんけど、そういう人多いですね。多いですね。被害が出てるか出てないかもあるんですけど、かなりその主観でマウント取る、その人の意思とか何も関係なく自分が気に入らないからマウントを取るっていう方もいっぱいいるんで、あとは文言だけでマウント取る人、口だけの人も多いので、証拠も出さずにっていうのが多いので、そういったデータ取りができれば分かりやすいんじゃない、どれだけの波形が出るのかとか、そんな調べていけば全く出ない人で体感も何もないエセだなとか偉そうなことをごちゃごちゃ言う前に、じゃあまず実践してみせてくださいよ言えるじゃないですか。それ楽しいかなって思うので、まずどういった活動をしてて、どういう風ながあって、どういうことができるのか、実績があるのか、この辺は多分盛る人いっぱいおるので、もうそれ関係なく、その時にできることの範囲とか、振り幅ですよね、っていうのがもしも科学で、目で見えるような形になったらとか、数値化できたら、研究の結果がもし出たらっていうのがすごい気になるんですよね。難しいことやとは思うんですけど、ただそこにメス入れれるんだったら入れてほしいなとは思いますね。ちゃんと効果がある施術ができる人だったらどういう風な形でデータ取りできるのかって、実際ご依頼者さんとかコメントありがたいことに来てくださる方とかでも、施術受けた日からロキソニンテーピーがいらなくなったみたいな最近いらっしゃいましたね、いらっしゃったりとか、あれだけ痛かった肩こりとかがすごく楽になったって、そのデータとしてはあるじゃないですか。体感はある。じゃあそれがデータで調べた時、科学的に調べた時にどういうデータが出るのか、全く数値は関係なくてそれが出るのか。例えばご依頼された方々で分かる範囲のものだったら、施術した時に霊的な現象で肩こりがひどかった場合って、肩も物ごつ柔らかくなったりとか、首がすごく柔らかくなったりするじゃないですか、あれデータで調べたら数値は一緒なのか、一緒なのに柔らかくなってんのかで、そういうのもぜひ調べてみたいなと思うので、サーモグラフィーとかでも見たいんですよ。施術した時の体の温まり方、今どこに気を送ったらどこが温かくなってるかとか、体温が変わんのかみたいな、それを電話越し
し写真見ただけで送ってどういう感じのデータ出るのかとか至近距離でやった時と距離感違う時とだったらどうなのかとか、全部そんなんやったら楽しいかなと思うので、ぜひぜひそういうのがもし、うちはものすごく科学はウェルカムです。ウェルカム、科学的にあれだったらやってることがどういう作用があってって科学的に説明できたら楽しいなって思うので、楽しいですし、もっといろいろ知れるかなとも思いますので、研究したいで、日本だけに限らず研究したいと思ってる方、外国の方でもウェルカムなんで、どこまでも必要であれば、霊能のためにご協力はさせていただきますので、よろしければなと思いますね。科学の人から見て霊能ってどうなん？逆になんか量子力学されてた方はすごく面白いってテンション上がるっていう話はされてたりとか、コメントいただいてましたよね。あとお医者様の方とかでも、お客さんで来た方とかがレントゲン写真撮った時とかに、明らかに写ってはいけないものが写ることっていうのはよくあるって、見ないふりしてもう一度撮りますねって言ってごまかすんですけどって、ちょっと失敗しましたみたいな感じで撮り直す、もう一度撮らせてくださいねっていう場合は、本当に失敗してる場合と本当に見えちゃいけないものが映る、例えば人の顔があったりとか、もう明らかにもうそれって分かるようなものが出てたりとか、動物の顔が映ってたりとか、もうそういうのもあって、これはちょっとよう見せらへんっていうので撮り直しになったりとか、表に出てないだけでそういう風にいわゆる葬られてしまってる裏側っていうのは絶対いっぱいあるじゃないですか。あくまでもこれ僕がお客さんから聞いた話、うちだけの実際現役でお医者さんされてる方とかもそうですし、そういう科学されてる方とかからも聞いた話なので、そういうのが研究できるんだったら全然ご協力したいです。スピはうちも淘汰したいと思って活動しておりますので、ぜひ何かの機会がありましたらっていう、でもそういうデータ出しができれば口だけじゃなく、じゃあそれで土俵に上がってきて見せてよ、効果どれだけ変わるのか、数値化できたら楽ですよね。科学者さんが有志で集めてきた信じる人50人信じない人50人とかでデータ取ったり、それが別に1000人でもいいわけじゃないですか。500人500人で同時に記憶率全部やってどれだけの体感得る人が出てくるのかとかやっても楽しいと思いますしね。それでデータ出し出たらそれこそ実力差とかも分かるんじゃないですか。そうですね、はっきり分かるようになったら騙される人は減るだろうなって、そしたら私らのやることも減りますもんね。そうですね、めっちゃ減ります、芝居に集中できるというか、できますね。だから全然僕ら騙される人が減ればいいと思ってるんで、そういうのをどんどんやっていきたいと思いますし、あと何ていうんですかね、なんたらコーチングとか言うて、なんかもう怪しい人いっぱいおるじゃないですか。これを見れば億万長者になるとか、これを実践すれば億万長者になる、そういうコーチングしますみたいな。コーチングコンサルタント系みたいな。そうです大体スピ系が噛んでたり絡んでたりとか多いんですけど、ああいうのもね、実際っていうのはものすごく多いじゃないですか。霊能的にも、逆に言うと普通の人として見た時もピンとこない時っていうのがある、だそういうのもね、どんどん淘汰できるんだったらぜひぜひご協力したいですし、それは何の被害もなくて、特にね誰の迷惑にもなってなくてですよ、効果があってっていうんだったら、それはもうどこまでも自由にやっていかれたらいいと思うんですけど、被害が出てたりとか一定数それはどうなんやっていうことが報告されてきたりとかっていうのはやっぱりダメやなと思うんで、実際僕らのところに来てて許可いただいて出してる内容、電話音声っていうのは全部被害報告ですからね。実際に被害に遭われた方が来てたりとか、なので私たち自身もそれを聞いてびっくりすることっていうのが多いんですよね、で結局皆さん土俵は一緒ですからね。最初に無料記憶理体験を受けて体感があったら来てくださいっていう状態で、体感があってご納得いただいた上で来ていただいて、その上で電話音声の許可をお聞きしていいですよって言った方だけ載せてますんで、話がどんどんずれていってるような気はするんですけど、科学的にそのね記憶理やった後にどんなデータが出るのかとか、どういう状態になってるのかはもうとにかく見てみたいですね。あれですよね、私ら多分何回も同じこと言ってると思うんですけど、とにかく気になるのは、体にどういうことが起きてるのかを知りたいです。科学的に体感がある霊能的には説明できます。できるんですよ。科学的にどういう風な波形が出て、サーモグラフィーやったらどんなデータが出てとかなってくると分かんないんで、例えば記憶りした時に肩が柔らかになりましたっていう、そのガチガチだったのが今触ったら柔らかいんですよっていうのがどういうあれで起きてるのか、肩がガチガチの状態の時に科学者の中に実際に触ってもらったりデータを見てもらったり、どういう感じで凝り具合が出てるのかとか見てもらった上で、気を送った後に柔らかなった、じゃあ触ってなんでそれが起きてるのかとか、
体感出てる人の共通点とかが分かってくるかもしれないじゃないですか。であとはねキャッチ力の上げ方とかも言ってるんで、般若心経を実際に真面目に科学者さんとかに検証でやってもらって気が通らなかった人が通るようになったとか、そういうのがあればまた研究も進むと思うんですよね。そうなんでしょうね。でも科学で解明できる、大真面目にだからやってほしいですよね。もう本当に興味があるんですよ。はい、僕らは全然そんなんご協力したいですよ。言っていただけるんであれば全然もう喜んで、はい、で本当もう何回も同じことしか言ってないような気がするんですけど、はい、皆さんすいません、すいません。こういうコメントをいただいて、あそうか、ちょっと面白そうだなっていうちょっと僕らのワクワクとしたのができたので、はい、全然喧嘩なんてする部分が私らにはないですね。テレビとかでも、ね、さっきも言いましたけどその難しいって言われた時、僕も多分言ったことがもしかしたら喧嘩越しに聞こえたんかもしれないです。その例えば信じない信じないって言わはる人の目の前でじゃあ100人ぐらい用意してもらって番組で全員に気を送って体感があった体感がないとかいろいろ出てくると思うんですけど、じゃあ体感あったんやったら体感あった人たち限定で施術してもいいですし、体感なかったっていう人と全部合わせて施術してもいいですって。でその上で実際に効果があったっていう声があったらどうするんですかって、どこまでのあれができたら証明したっていうことになりますっていう感じで、どこまでが分かって解明できたってなるかですよね。僕自身の今までの感覚で言うと100人いたら85人ぐらいは体感あるんですよ。だからざっくり見積もってるんですね。ざっくり見積もってなんで自信を持って言えるんですよ。体感あるっていう人の方が圧倒的に多かった場合どうするんですか。信じないっていうのはどこまで信じないっていう形になるんですか。信じなくても気が通る人もいるし、はい、本当に人によって違うんですよね、はい、これって面白い話ですけど、だからそういう形でいろんな形のお手伝いはできると思いますし、体感あるないとかそういうのはインチキだとかいろいろ言う人いはると思うんですけど、どこまでのあれを見せてどこまでの改善とかがあったっていう声が増えたらそこの部分が覆るんですかっていうのとかいろいろ突っ込んだらちょっと難しいと思いますって言われたんで、僕の言い方とかもちょっと喧嘩腰やったんかもしれないですね。夏っぽく言った方がいい、はい、やっぱパーンって行き過ぎて、はい、ね、態度があってね、はい、私もですけど、はい、私らちょっと2人で気をつけましょう。そうですね。とっつきづらいと思われがちなんで、はい、そういうのがあったので、もしね、科学はリスペクトしてます。はい、動画を見ていただいて興味を持ってちょっと科学の専門家テストそういうのちょっと調べてみたいっていう方がもしいはれば、似通った部分は絶対あると思うので、はい、僕とかもその探求するの大好きなんで、霊能だけで全てが構築されてるとも思ってないので、いろんなことをどう共通してるのかを知りたいですね。はい、声かけいただいたらね、全然喜んで売名みたいになるんであんまり長いことやったら、結構長い時間やったそうですね。はい。ちょっとそんな形でさっと終わっときましょうか。コメントありがとうございました。コメントありがとうございました。そんな感じでうちは科学ウェルカムなんで。ウェルカムです。はい。研究したいという方はぜひ言っていただいたら僕ら名乗り出ますんで。お力になれる範囲で頑張りたいと思います。はい。では以上流水車でした。何回も同じこと言った気がするんですよ。3回ぐらい。3回で聞きます。編集して多分1回にはなってると思うんですけど、でもワクワクしたらやっぱね言っちゃいますよね。ちょっと盛り上がりますよねこれ。ちょっと1時間ぐらいいける。では、はい。流水車の天川隆一が霊能力者天明龍慶として出版している書籍「霊能者占い師スピリチュアル能力者に頼るな」の完売記念想定本が流水車公式サイトにて令和2年2月2日に発売予定です。流水車公式サイト限定特典として流水車メンバーのキー入れ済みポストカードがついてきます。公式サイトの書籍は数量限定販売となっております。ポストカードのみの販売予定もありませんので、ご購入予定の方はお早めに。詳しくはクリエイティブオフィス龍で検索。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と SNS のチェックもぜひぜひよろしくお願いします。はい。はい。